作中最強の敵だったカイドウの王をのみって結局覚醒してたのかに対する読者の反応集です。それではどうぞ。直近のゾーン連中みんな羽衣ついてるのにカイドウは羽衣の描写がない。ゾーンで羽衣ついてる奴らルフィヤマトルッチ格差ターン性。強すぎて覚醒してると勘違いしてるドジっ子。メンタル面が能力を覚醒できるそれじゃなさそうだしな。最強生物がまだ強化の余地を残してるという恐怖。つってももうしないだろ。ルフィが死の淵どころか死んで覚醒したからマグマフロカイドウが覚醒する可能性はなくはないと思う。ルッチすらしてるというのに。見事に必要経験値が違う雪変や通常種の表、型や幻獣種の中でも四神と呼ばれている声優。カイドウほどの圧倒的な力と経験値をもってしても神の竜の力には及んでないのかもしれない。上級職の方がレベルアップ遅いもんな。ニカとカゴロウ星お墨付きで800年も覚醒してなかったわけだしな当たり前だけど。本当ルフィヤバすぎるな。そりゃゴロウ星も腰が伸びる。未覚醒であの強さはちょっと異常じゃないですかね。ウオウオだけ覚醒の姿が特殊で羽衣出てこないとかそんな感じの可能性は。カイドウの強さって能力というよりは吐き出しあとは元のウオウオの性能が高いのでは。マムが食わせてやったことを一生の運というくらいだし何か特別なゆえんとかはありそうだなウオウオ。でもほらなんか牢屋にいた変な動物たちはついてなかっただろ。あいつらは心身が追いついてない状態で覚醒したから羽衣つかなかった説。どう考えても心身が追いついてるような顔してない。これとカイドウの覚醒状態が同じレベルだったら笑う。あいつらは意識乗っ取られてそうじゃん覚醒のダメパターン。幻獣種自体の覚醒のハードルが高いのかもしれないあそこまで強いマルコですら覚醒なしだし。でもヤマトも幻獣種なのにしっかり覚醒してるんだよな。吐きだけが全てを凌駕する発言もあってカイドウさんの場合あえて覚醒していないまでありそうなのが怖い。今後世界政府との戦いがあったら I'll be back してゴロウ星相手に覚醒状態で大立ち回りとかしそう。羽衣自体ヤマトが初出で次に2か、ルッチって流れだからワノ国時点じゃ羽衣ゾーン覚醒って設定は厳密に決まってなかったんだろ。じゃなきゃ110海賊団が4校のくせにヤマト以外誰も覚醒してないことになる。そもそも覚醒がドレスローザからの後付けであんまり詳しい設定決まってなさそうだよねロギアの覚醒とか一向に出ないし。スモーカーか誰かの覚醒イベント用に残してあるそもそもロギアには作らない予定さどっちだろうな。エネルがそれっぽいフォームになってたからわからん。身の粘土に関しては覚醒に至ってそう。大看板とかまで覚醒してないのはさすがにないだろうしカイドウの覚醒フォームは殺戮上後の時のやつで覚醒してたんだろうな。メンタルやられてるからな体だけでなく心も強くないと覚醒できないみたいだし仕方がない。メンタル面の問題ならドフラミンゴが覚醒できてるのおかしくないか？覚醒して乗っ取られる可能性あるのはゾーンだけっぽいからな。そういう意味ではパラミシアとかロギアは覚醒条件また違うのかもしれん。カイドウが解説してたのは話の流れでゾーンの覚醒だからロギアやパラミシアも同じ条件とは限らないのか。あとはカタクリも覚醒してたよな。この後覚醒のバーゲンセールしてカイドウの格がだんだん落ちるのはなんか悲しいな。むしろ未覚醒であの強さだったからこそカイドウのヤバさが際立つんだ。いや覚醒してる大半はカイドウより弱いで終わるんじゃないか？ルッチと格はその例。能力より吐き派だったからな覚醒まで鍛えなかった。ただこの後なんか覚醒して世界政府と対峙するのにまたカイドウ相手にするのも微妙だし、ルフィと共闘して世界政府倒すとなったらルフィと覚醒カイドウだけで一味いらんなとなりかねない。個人的にはこのまま引退しててほしい。ゴロウ星クソ強そうなことが判明したし世界政府は分かってる限り神の騎士団やイム様控えてるから。多方面相手ドルなら戦力はいくらいても困らない相手は800年間君臨し続けた政府。問題は集団戦は期待できない漫画なとこぐらいで。現状覚醒者の中でカイドウの耐久性超えるやついないからマジであんま比較するの意味ないとしか言えん。覚醒するより竜の力とカイドウの肉体のミックスの方が耐久性は上。まあ核がゾロに歯が立たないしゾーンの覚醒でも相手が強すぎたらダメなんじゃない？サターン星の羽衣も黒かったから黒い羽衣は本来の覚醒の強みを引き出せてない説はないだろう。世界政府倒すのに大っぴらに海賊の力借りるのは後々考えるとあかんだろうけどな。あれで覚醒してなかったらカイドウの能力者としての格は落ちてもカイドウの強さの株は落ちないんじゃね？満身創痍の状態で覚醒したてとはいえギアフィフスボコってるからカイドウ。むしろ覚醒してない奴は格落ち理論ってカイドウがいるから破綻してるんじゃない？強すぎたせいで覚醒の必要性がなかったんだろ再登場する時には覚醒してるよ。
でもよく考えると悪魔に肉体と精神が追いつくって結構イカれてるよな。リミッター外して覚悟決まってないと飲み込まれるとか、ヤマトもルッチも方向性は違えど色々とイカれてるから覚醒できてるとか。案外カイドウじゃなく桃之助が声優の覚醒フォルム見せる展開だったりして、ベガパンクが人工悪魔の実は覚醒未確認と思わせぶりなこと言ってたじゃん。ということは最後の戦争で出てくるか？覚醒カイドウ。十分妄想して良い範疇だと思う死んだと明言されたことないし、一応ルフィのギア4見るに羽衣はそろそろ覚醒する段階でもつくから覚醒前段階ですらないのよな。まだ2段階上があるのか。クロコダイル曰くゾーンの覚醒はタフさと回復力が売りらしいけど火力方面がどうなるのかいまいちよくわからんのだよな。しかも相手は失敗疑惑濃厚な極卒従者かも結局人格が取り込まれる以上の解説はしてくんなかったし。チョッパーと同じでより戦闘に特化した形態は披露していたな。この第2形態とかもカイドウはさらに先を行っていて覚醒能力を使い分けることで消費を抑えていますとか後から言われる可能性あるもんな。ルフィ、ルッチは覚醒確定確、サターンは描写上覚醒濃厚。ヤマトは覚醒の可能性ありこれくらいしかわかってない。覚醒しても人格を保つには運も必要なのかもね。人格を保つのに必要なのが実力なら、ゾーン系の強者は皆覚醒してるはず。結構マジに戦国に再登場してもらうのが一番わかりやすいかもしれん。海軍のほぼ頂点で現住種の能力者だから実力も申し分ない。戦国が再登場で羽衣まとってたら笑う自信ある。いや戦争時に使えよとマルコは使えませんでもむちゃくちゃ強いですを貫いたけど。カイドウやっぱ強いわ。っていうか少なくともゾーン系通常覚醒者ってそこまで飛躍的なものに見えないんだよな現状。むちゃくちゃ鍛え込んだルッチや核ですら疲弊したり動けなくなったりしてるし。意識が飛びそうになるとはいえギア5耐えてその後にセラフィム戦やってスキューシー師団してゾロと戦ってるんだぞ。わかってる事実はカイドウが覚醒してるかどうかは一切が謎のままってことだけだぞ。もちろんヤマトもマルコも戦国もその他のゾーン能力者も明言されない限りはただの願望と妄想の押し付け合いだ。白ひげやビッグマムも覚醒してなさそうだしな。4校で覚醒者はルフィだけ？他人の寿命抜き取りは覚醒による効果かもしれない。パラミシアの覚醒が他に影響を与えるっていう点しか明確にされてないし、マムの方は覚醒しててもおかしくはないかなとは思うし、ただの能力の一種という解釈もできる。覚醒はあくまでその能力を極めたってだけで厳密には強さとはまた別の話なのを理解してない奴が多すぎる。そりゃ能力を極めれば一定の強者ではあるだろうけどかといって未覚醒の能力者より強いって話でもない。覚醒って稀にしかしないって話だしな。覚醒できなかったけどそれよりも覇気派だったので諦めずに別の才能を磨き続けたら普通に最強になることはできました。これでええやん。現にカイドウ覚醒ルッチ覚醒格ぐらい差がありそうだし。まあカイドウ未覚醒は言われればエピソード的にもしてなくて納得ではある。ただ付き物が落ちた関係でリフレッシュして覚醒した上で再登場はありえそうなんだよな。カイドウより明確に強い奴が今のところいないんだから覚醒してようがしてまいが、どっちにしろカイドウすごいって結論にしかならないよな。